皆さんこんにちは。昨日行われた日銀の金融政策決定会合において、ついに長らく行われていた大規模な異次元緩和策、そのうちのマイナス金利に終止符を打ちました。実に17年ぶりの利上げということで、景気に対しては引き締めの方向に政策をとっているわけですけれども、主要なマーケットはほぼ全てが逆の方向に動きました。というのも、従前より当チャンネルで申し上げている通り、以前から今回の政策変更というのはかなり織り込まれていたわけですね。そしてその一つとして、日銀が判断材料とすると考えられていた春闘、賃金の引き上げ状況ですね。おそらくこれをもとに3月あるいは4月の会合において政策の変更が行われると想定されていたわけです。ただ春闘の状況に関してはかなり好調なものが多く、大幅な賃金アップを勝ち取っている企業がたくさん見受けられるようですが、本当に正しいのかというのを今回は皆さんと一緒に考えていきたいと思います。そしてその上で今回日銀が決定した政策の変更、この要点のまとめとその相場の反応について、さらには今後想定されるような展開というのをご紹介したいと思います。よろしければ今回もぜひ最後までお付き合いください。前回日銀が比較的大きな政策の変更を行ったのは10月の回ということで、その時にご紹介した動画、11月4日に公開したものの中では、すでに春闘のデータを見た上での3月もしくは4月でのマイナス金利解除、あるいは長期国債の買い入れの減額というのを当時想定しておりました。また、過剰に進んでいた為替相場での円安の傾向というのは止める気がないということもご紹介して、その理由としては物価の上昇と賃金の上昇というのがお互い相互に影響し合う関係、これが安定的に続くことを日銀も望んでいるから、そしてその物価上昇の一つの要因となっている円安というのを日銀としてはむしろ助かっていると感じている、そういった内容でした。結論から申し上げますと、その時にご紹介したこちらのイメージ図、物価の上昇と賃金の上昇、このサイクルにおいて春闘で高い賃上げ率が足元で確認できたので、1ヶ月前倒しの3月の会合において政策変更を今回行ったわけですね。これまで日銀が政策変更を行う際というのはほとんど展望レポートという経済見通しや政策の考え方などを公表する会合において重要な決定を行ってきた経緯があるんですけれども、今回の3月の会合というのはその展望レポートがない会でしたので、実は意外と歴史的な決定ではありました。それではまずは春闘のデータ、高い賃金の引き上げ率というのが本当に我々一般庶民の生活にまで普及しているのかどうか。よく言われるのは賃金が上がっている以上に物の値段が高くなっているので生活はむしろ苦しくなっているという話。例えばご覧いただいているグラフですと、棒グラフグレーとオレンジの合計値というのが青の線グラフになっているわけですが、春闘の賃上げ率、この青の線グラフというのを定期昇給とベースアップのデータに分けて平均賃金の上昇率というのを表しているものですね。ですので棒グラフの合計値、ちょうどてっぺんのところを青の線グラフが沿っている形になっています。それに対して緑の線グラフというのはコア CPI、つまり物価の上昇率、これが 2% を超えることを日銀は目指してきたわけです。そうするとまずは春闘の賃金引き上げ率というのをご覧いただきますと、1991年以来の 5% 超え、去年の給料に比べて 5% 以上多くもらえるようになったという企業がかなりたくさん見受けられるということですね。一方昨年は 3% 台中盤ですけれども、緑の線グラフ消費者物価指数ご覧いただきますと、こちらも 3% 超えているということで、ほとんど相殺される形、実質の賃金上昇という意味ではほとんど得られなかったものが、今年は物価指数ほぼ横ばいで賃金が上がったので、可処分所得としては増えたという結果になっています。この物価の上昇率と賃金の伸び率というのは非常に相関の高いものでして、例えば日本が景気の悪かった頃失われた10年あるいは20年とも言われますが、青の点でプロットされているところというのは横軸前年のインフレ率が 2% に届かない、高くても 1.5% の2008年となっていますけれども、この期間においては近似直線を引くとほとんど縦軸の春闘によるベースアップ率というのは 1% にも届かない、そういったかつてのトレンドに対して右側の赤い点でプロットされているところ、
物価の上昇率が 2% を超えてくると、春闘によるベースアップ率というのも 2% を同じく超えてくる。トレンドとしては、ほぼ1対1となるような近似直線が引けるような経済環境になっているというわけですね。これが2023年、そして今回2024年もほぼグラフの右端のところにプロットされてくると。そして今後の予想ですけれども、2025年はインフレ率が 2.5% 程度まで落ち着いてきたと想定された場合、おそらく春闘のベースアップ率というのはこの近似直線の関係だと 2% 台前半に、おそらく昨年2023年の春闘と同じような水準での平均賃金の引き上げが期待されるんではないかという状況ですね。この2023年から今足元、そして来年にかけて、かつて1993年以前の高いインフレ率を誇っていた時期に相当するようなインフレ率とベースアップの関係になったので、今回日銀が政策変更を踏み切る一つの要因になったと考えられるわけです。とはいえ冒頭で申し上げた通り、賃金の上昇率に追いつかないほどの物価の上昇率だ、つまりインフレ率の方が高いと一般の庶民の方々は感じている。可処分所得としては少なくなっているんではないか。青の線グラフ、過去の名目の賃金上昇、赤の実質の賃金というのはほとんど大きな差がなかったというのもインフレ率がほぼないからですね。これが足元で 2%、3%、それ以上のインフレ率になってきたということで、ご覧いただいている右側のところですね。2021年以降特に名目の現金給与上昇率は高くても赤の実質賃金、つまりインフレ率を考慮するとマイナスになっている。その要因としてこの部分を大きく拡大し、要因分析しますとご覧の通り、それぞれの棒グラフの合計が赤の線グラフに位置するわけですけれども、青の棒グラフとして雇用者報酬、つまり賃金の上昇というのが2021年以降4年連続で上昇しているにもかかわらず、昨年までの3年間は緑の物価上昇による影響、またオレンジの給付金などの前年比減というのが合計すると実質の可処分所得、赤の線グラフというのがマイナスの方に3年間連続で続いていたわけです。これが2024年ですね。今年久々にプラスに転じてきた 1% 少しですけれども、可処分所得が増えているというのはデータ上は実は足元改善してきているということですね。実に2020年、つまりコロナのショックによるジャブジャブと流された給付金で所得が増えた年以来となります。しかしデータ上はグラフでご覧いただいている通り4年ぶりの実質所得の上昇ですけれども、その内訳というのをご覧いただきますと、こちら。先ほどから春闘と申し上げていますが、ほとんど大企業で占められるような企業連合。この中で賃金上昇をしたところで、中小企業に対しては効果が波及しないんではないか。賃金の上昇率を300人以上の大企業、それ未満の中小企業で分けたときに、2023年は中小企業 1.96% に対して大企業 2.14% と、上昇率にするとだいたい 0.2% ぐらいの差が出ていたわけですが、これが今年の2024年のデータになると、大企業は 3.72% に対して中小企業 2.98% と 0.8% もの上昇率の差が開いてきているということで、結局恩恵を受けているのは大企業の連中ばかりではないかという不満というのはデータ上正しいことになります。さらには企業の業態別に労働力、どれくらいの割合を占めているかご覧いただきますと、春闘を主に演じているような組合というのはほとんど製造業、半分以上ですね。つまり製造業の大企業を中心として春闘というのは開催されているわけです。これに対して実際の世の中全体でどれくらいの労働力が各業態に割り振られているか、右側のグラフご覧いただきますと、製造業というのは 20% 未満ということで、それよりもむしろですね、その他非製造業、つまりサービス業などが大半を占めているというのが実態です。つまり先ほど可処分所得がようやく4年ぶりにプラスに転じたとはいえ、それは全体の平均をしていますので、実態としては製造業の大企業がかなり引き上げてしまっている、中小企業の非製造業、サービス業などに従事している労働力というのは、むしろ賃金の上昇がインフレに負けていても全然不思議ではないデータなわけですね。
そんな状況でもこのデータをもとに政策変更を判断してしまっていいものかというのが一応当チャンネルでの懸念点の一つとして考えています。それでは製造業を中心に大企業の賃金引き上げというのがどれくらい大規模に行われているのかというのをご覧いただきますと、左側平均賃金、つまり定期昇給とベースアップを合計したもの。右側はベースアップのみのデータとなっています。こちら世間的に公表されているようなデータばかりですので、おそらく皆さんも一度はニュースでご覧になったような大企業の大幅な賃金引き上げ、羨ましいなと感じている方も多くいらっしゃるかと思います。そうすると緑の棒グラフというのが今年2024年のデータですね。そしてオレンジの棒グラフというのが2023年昨年の春闘の結果となります。それぞれ緑とオレンジの間に挟まれている真ん中の行というのは今年の労働組合による要求の金額ですね。ですので左側の妥結した金額とほぼ同額であれば企業側がほぼ丸飲みしたと。ある意味丸飲みしたということはそれぐらい体力が余裕あるということですね。一目見てお分かりいただけるように要求している金額を下回って妥結しているところというのはもう全くありません。要求通り丸飲みしているか、なんならそれを上回る金額で企業側が賃金上昇を誘導しているような企業もあります。例えばですけれども、非常に緑の棒グラフ、今年のデータで目立つのがこちら。鉄鋼ですね。日本製鉄や神戸製鋼がそれぞれ 10% を超える賃金上昇率。ベースアップだけで見ても 10% 程度ですが、実はこの業態に関しては2年に一度賃金交渉を行うというような慣習があり、こちら2023年のベースアップ妥結金額ご覧いただいてもほとんど他の業種に比べて上昇率がないことを踏まえると、鉄鋼業界に関しての大幅な上昇率というのは、一応2年分というふうに考えていただければと思います。そうすると上から順番に輸送機、自動車関連の銘柄では 5% から一番高いトヨタで 6.8%、電気機器に関しては 5% 程度ですね。機械に関しては 7% 前後あります。これらが大手の製造業という先ほどデータを引き上げているような恩恵を受けている企業中心というところですね。そこから下に行くにつれて小売やサービス業なども入ってくるわけですが、それでも大企業のくくりであれば、小売業では 6%、食品関連ではゼンショーホールディングスが 12% とかなり大きな引き上げ率。こちらは先ほどの鉄鋼のような2年分とかはなくて、昨年も 7.7% と他の銘柄に比べてダントツで大きなベースアップ、平均賃金の引き上げというのが行われている企業です。あとはコロナ禍で苦しんだような陸運、JR であったり空運。このあたりは昨年度は他の銘柄、他の業種と比べて少し見劣りするような賃金上昇率でしたけれども、今年に関しては 5% から 6% と同水準の引き上げ率になっていますね。とても羨ましいなと、カモーラでも動画を作りながら思っているわけですけれども、先ほどの中小企業と大企業の差というのもここに現れていまして、例えばですけれども、すでに今年妥結された金額が公表されたご覧いただいている大企業の平均取るとだいたい 6.3% となっていますけれども、連合が公表したのは 5.3%、1% の差ですね。これが昨年であれば 4.1% と 3.6% ですので、差が大きく広がっています。ベースアップだけをご覧いただいても 4.5% と 3.7% ということで 0.8% の差に広がっている。これが昨年であれば 2.3% と 2.1% でほぼ同水準でしたので、かなり大企業に恩恵が偏ってきているというのがお分かりいただけると思います。それでも連合の中で大企業というのは 7,8 割方を占めていますので、いかに一般の中小企業というのが大企業に比べて賃金の上昇率低くなっているかというのが実感できるようなデータではないでしょうか。ということで、これら春闘賃金引き上げ率の結果を受けて早々に日銀も政策の変更を決定したわけですが、まずはどのような内容を変更してきたかというのをまとめていきたいと思います。2% の物価目標、これが持続的安定的に実現できているということで、大きな変更点は3つですね。まずはマイナス金利、イールドカーブコントロールともに撤廃すると。実に世界の中央銀行の中でマイナス金利を取っていた最後の日銀でしたけれども、ついにやめると。このイールドカーブコントロールとの同時撤廃というのは、
少しハードルとしては高いんではないかとマーケットで一部見られていましたが、一応ですね、前回の動画、冒頭でご紹介した11月の時にもご紹介しましたが、その時の変更ですでにイールドカーブコントロールというのは形骸化していると申し上げました。ですので、政策決定会合の1週間前からマスコミに垂れ流してマイナス金利の撤廃を織り込ませてきたのと踏まえて、イールドカーブコントロールというのは別にあってもなくてもほとんど変わらないというか、むしろ日銀にとってはイールドカーブコントロール形骸化しているものとはいえ、ない方が助かるという状況でした。なぜかと言いますと、イールドカーブコントロールは10年金利 1%、これを超えても、ある程度は目をつむりますと10月の会合で変更はしていますが、とはいえその 1% というところに釘を打っている以上、債券の買い入れ金額というのはそれに縛られるわけです。例えば足元のようなインフレ率の急上昇というのが起きている時にでも、10年債金利が 1% を大きく上回ってきたら、本音としてインフレ率の抑制をしたいとなれば、資金流通量というのは減らしていかなければいけないにもかかわらず、長期金利の 1% 超えのせいで、ジャブジャブと債券の買い入れを強いられることになっていたわけですね。この形骸化というのは、むしろ経済効果上あまりないにもかかわらず、足かせとしては残っていたという形ですので、イールドカーブコントロールについては、撤廃した方が日銀は柔軟に債券の買い入れを動かせるようになると、マーケットではプラスに捉えられたかと思います。また長期国債の買い入れ、今ご説明した一部ですけれども、これに関して金額は同程度で継続すると、これに関しては緩和策を継続すると言っているようなものですので、かなりポジティブで、先ほど申し上げたような10年債 1% といったような目標は撤廃するとはいえ、長期金利の急上昇を減税してくれているわけですね。前回お出しした動画11月の段階では実はこちらの長期国債の買い入れ金額を先にいじる方が1番目のマイナス金利やイールドカーブコントロールの撤廃よりもハードル低いんではないかと思われていたんですが、ハードルの高いもの、マイナス金利の撤廃をするためにこの長期国債の買い入れを緩和策の維持として利用したというのは非常にうまいやり方だと捉えられています。そして最後3番目 ETF や J リートの新規買い入れを正式に終了しました。正式にと言っているぐらいですので、実は2024年からはもうすでに買い入れの実績なしということで、先日一度日経平均が4万円に到達してから久々に少し大きめの調整が入りましたけれども、あの時にですね、前場で 2% トピックスが下がったにもかかわらず ETF を買い入れてこなかったと過去の慣例を覆してきていたので、こちらの新規買い入れの終了というのも当然相場では十分に想定されていたものでした。ですので結局今回の決定が金融引き締めの方向性とはいえ、やり方の賛否あれ、事前に情報を垂れ流したり、十分に相場に織り込ませていたということで、以前の動画でも十分相場は織り込んでいると再三申し上げてきましたが、この直後の相場の反応としては、重要イベントの無事通過ということで、為替円安に進み、株も再び日経平均は4万円を回復すると、5場はほぼ買い戻しの時間帯でしたので、じりじりと上げるような展開ですね。また債券の利回りに関しては低下したということで、結局2週間前、3月前半ですかね、その久々の調整期間というところで根拠もなく売りを煽っていたような人間が負けるというような展開になっています。とはいえ今後も一辺倒に好調な相場が続くのかどうかというのは、それは誰にもわからない話であって、例えば今回の政策決定の会合における一部の政策委員から出てきた主な反対意見。先ほどの3つの中では ETF J リートの新規買い入れ停止というのは全員賛成でしたけれども、マイナス金利の撤廃に関しては複数名の反対がありました。それがこの動画前半で申し上げた春闘のデータ。これを判断材料に用いるのはいいんですが、企業の業態であったり規模で細分化していった時に効果が本当に波及しているのか疑念を持っている。そういった反対票があったわけですね。ETF 資産買い入れの廃止は賛成だが、中小企業の賃上げ余力が高まる蓋然性を確認するまで、マイナス金利政策を維持すべきというような委員であったり、マイナス金利とイールドカーブコントロールの同時撤廃はすべきではない。賃金と物価の好循環の強まりというのを慎重に見極める必要がある。これほぼ同じようなことを言っていて、賃金の上昇というのが中小企業においてちゃんと高まっているのか疑念がある。
あるいは一部の大企業だけが賃金上がっているのであれば、賃金と物価の好循環というのが本当に強くなっているかどうか疑念がある。そういった考えのもと、ご覧のような反対意見が出てきているわけですね。このあたり全体としては、反対票の数という意味では2票程度にとどまりますが、先ほどご覧いただいた春闘の賃金引き上げデータであったり、そもそも株式市場においても大企業の株ばかりが上がっていき、中小企業というのが本当に恩恵を受けれるような経済環境になっているのかというのは忘れてはいけない頭の片隅に一応今後も置いておきたいような内容ですね。ということで今後のスケジュール最後に確認していきたいと思いますけれども、今回の日銀金融政策決定会合というのがこちら。その前に大手企業の集中回答、そして連合による第1回の回答集計結果というのが出てきたわけですね。ただ実は連合による集計結果の公表というのは3月22日や4月4日、第2回、第3回、しかもその時には産業別の集計もあるということで、結局は今の段階で見えている結果というのは大企業を中心とした賃金引き上げデータだけということになっているわけですね。なので半年前の動画では3月か4月というふうに申し上げたのが、この4月の25、26日に開催される会合。ここであれば第2回、第3回の連合の結果というのが公表された後なので、より正確に賃金引き上げの蓋然性であったり、賃金と物価の好循環というのが1ヶ月待てばよく見れたわけです。それをですね、3月の方に早めに持ってきたということなので、株価が高いうちに大きな政策変更を行いたかったのか、よほど経済の状況に自信があるのかはわかりませんが、この後非常に注目になってくるのは、こちら大企業以外のところも踏まえた結果であったり、産業別の集計、つまりサービス業なども賃金の上昇が大きいものなのかどうか、そういったところが確認材料として注目が集まるポイント。さらにそれを踏まえて来月の金融政策決定会合で今度はこちら展望レポートが出ますので、そこで何を述べるかというのは、むしろ今回のような事前にリークをドンパチと飛ばしまくっていた政策変更よりも、もしかしたら相場を動かす原動力となり得る可能性は秘めています。このあたりマクロの話としては、アメリカのインフレ率最近下がり具合というのが弱まってきたなというのと合わせて、日本の賃金あるいは経済の見通しというのが日銀にどのように捉えられているか、神経質な1ヶ月となるかと思います。あとは細かいところ、政策金利の目標というのを無担保コールレートに変えるであったり、コマーシャルペーパーあるいは社債の買い入れというのを1年後までにゼロにしていくというような変更もありましたけれども、一応メインどころのまとめとしてはご覧いただいたような通りになっています。全然今回は個別の銘柄の話ないやんけと面白くなかったかもしれませんが、中ほどに出てきた大企業の賃上げ金額というのを一覧リストでご覧いただいて、羨ましいなぁと思っているだけのカモーラレと違ってご覧いただいている皆様は、うわ、この企業めっちゃ上がってるやん、転職していこっかな、みたいな使い方で賃金引き上げのリストご参考にしていただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。